こんにちは、青野空です。ジェムと課金。これは無駄にしたくない。だけど、どこにどの程度を使えばいいのかわからない。なので、前半は気になると思う領土拡張、空きスロットの拡張、幸福度アップの分解算。この3つを解決していきます。ざっくり結論から言うと、領土拡張に使うのは NG。空きスロットの拡張について小作農場はおすすめ。幸福度アップのための分解算もおすすめとなります。領土足りてないのにどうしてダメなの？その理由を今から解説していきます。序盤は技術ツリーや時代クエストなどからジェムが手に入りやすいですが、中盤以降はそういったところからの入手が少なくなってくるという理由が一つと、キャンペーンをしっかり進めてそこでもらえる領土拡張と、月に一度のペースで開催している定期イベントに参加することで、各イベントごとに限定一つの領土拡張が入手可能になっているからです。ここで毎月入手できる無料ジェムはだいたいどれくらいになるのかについて、技術ツリーやキャンペーン、クエストを除いた量としては、やり方次第と残念だけれど、運要素も入ってきますが、平均すると感覚的に約200弱くらいになります。この少ないジェムはできるだけ有効に使っていきたいということで、次の空きスロットの拡張について一番思いつくものといえば、工房のスロット拡張。序盤はアップグレードすることで生産の量が増えていきますが、それでもアンロックに使ったり、他のアップグレードで何かと足りないと思うんですよね。実際自分も結構名産品で行き詰まることがあって、コインと食料は準備できたのになーってことはよくあります。が、この工房、実はある一定のアップグレードが終わると使わなくなってしまいます。そして次の新しい工房をアンロックすると、その工房がメインになってしまうので、使わなくなるものにジェムを使うのはとてももったいないです。その反対に農場についてはずっと使用していけるものになってますし、さらにクエストクリアの条件にも必要になることが多いこの農場は、スロットを拡張することで時間のロスを少なくできるとても有効な使い方になります。ちなみにスロット拡張の開放は190と250ジェムの2つまでの開放までがおすすめになります。3つ目は幸福度アップの分解算。今回これが一番のおすすめとなっているもので、後半の時代に進んでいくほど通常の分解算だけでは弊社や工房、家や農場の幸福度 100% を維持していくことは難しいです。じゃあどれだけ必要か知りたいんだけどってなると思うので、サクッと結論から言うと、最低3つ、欲を言うと4から5個あるとかなりのフォローをしていくことが可能になります。が、気をつけたいことが一つ。これにはアップグレードが必要になっていて、そのアップグレードに毎回120ジェムが必要になります。なので本体をたくさん増やしていくと、それだけアップグレード費用が増えてしまうので、ご利用は計画的にという感じでご注意を。どうしてもあと少し幸福度が足りないって場合には、定期イベント限定の建物でカバーしていく方法がおすすめとなります。それでは後半になりますが、ここからはざっくりサクサク進めていきたいと思います。その前に、ちょっとしたことでも何かわからないことがあれば、この動画の概要欄に質問掲示板のリンクを貼っているのでお気軽にどうぞ。まずはジェムに関して、豪華な農場は定期イベントクエストでとても助かる建物なので、一つは確保したいものになっていますが、アップグレードが必要になっていて、毎回100ジェムが必要になります。スロットの拡張は2つ開放までおすすめです。豪華な住宅はおすすめしないけど、どうしてもと思った方は使ってもいいと思いますが、個人的にはなくてもいいと思っています。次は貿易で名産品を頑張って集めている方は思ったことがあると思うこのオファーの追加スロットですが、ここを
190ジェムで開放すると合計で一度に4つまでオファーを出せるようにはなりますが、貿易労働者が増えるわけではないので気をつけてください。次に世界遺産のプリセットの追加については、2枠まで追加で増やすことができて、合計4つ使っていけるようにはなるけど、1枠追加で500ジェムと少し高いので、ジェムに余裕がある方にはおすすめです。次はパズルピースを集めて建てられる学校になりますが、これは研究ポイント確保にとても役立つので、最初のスロット拡張に490ジェムと少し高いんですが、おすすめしたい一品です。あと、前半に工房の拡張について解説したと思いますが、10から始まった生産量がローマ帝国時代で120まで増加し、それ以降は120を維持となっていましたが、初期ゴシック時代から新たな工房がアンロックされ、その生産量が80と激減してしまうので、生産のタイムロスを防ぐために各工房に一つの拡張は有効かなと思っています。次に有効文化にジェムを使うのはおすすめしないけど、ジェムに余裕があって、どうしても使いたいんだと思っている方は、バイキング王国からがいいと思います。ジェム編の最後は、すべての時間短縮について、このジェムを使うのだけは、本当に損というか、もったいないので、やめた方がいいと思います。それでは次は課金についてになります。このゲームを始めた時から、この右上の宝石庫が気になった方は多いと思います。購入期間も表示されてて、だいたい他のゲームでもこういった初心者パック的なものはお得なことが多いので、つい買ってしまうことがあると思うんだけど、意外にそこまでお得ではなくって、結構これ頻繁に出てくるので、焦って買う必要はないです。課金に関して今回一番のおすすめになるものは、少し長くプレイしている方は見覚えがあると思いますが、このアイコンに進んでこの部分ですね。これの何がお得なんだと思ってしまいますが、実はこれ頻繁には来ないけど、ボーナスタイムが来ます。そのボーナスタイムは2種類あって、課金額はそのままで、もらえるジェムが 100% アップと 200% アップがあります。200% アップが来た時がこちら。ジェムが 100% アップだと2倍になり、200% アップだと3倍になる超お得なものになります。100% アップはだいたい約1ヶ月に1回のペースで来て、200% アップは2から3ヶ月に1回くらいのペースで来ると思います。ただ、それだけ待っても来ない場合は、何かの条件があるのかもしれないので、お手頃のものを一度購入してみるのもいいかと思います。それでは残りはざっくり進めていきます。まずはこのシーズンクエストから報酬に進んで、ここのゴールドパスは最近少し内容が改善されて良くなってます。毎月購入できそうな方はそのまま購入でもいいし、毎月はちょっとと思う方は、ここの内容を見て欲しい建物が来た時だけでもいいと思います。次はイベントの序盤で来ることがあるこちらになりますが、これはとてもお得になってて、欲しいイベント限定の建物が開催している時にはおすすめとなりますが、来る時と来ない時があって、何かの条件みたいなものがあるんじゃないかと思っています。イベントといえばもう一つ。このゴールドチケットですけど、自分としてはちょっとお高い気がするので、お財布と相談してもらえればと思います。あとはこういったセール品や特別オファーなどがありますが、個人的にこれはおすすめしたいとか、これはどうだろうみたいなものは今のところないので、あとは皆さんが欲しいと思うものをお財布と相談してみて、よかったら購入してみてはと思います。といった感じで以上になりますが、あくまで個人的な感想なので、いやいやこれはおすすめには入らないでしょうとか、これはお得でしょうなどあるかもしれないけど、自分としてはこれくらいかなと思ってます。
他に何かわからないことがあればコメントや質問などは概要欄に質問掲示板のリンクを貼っているので気軽に書いてもらえたら嬉しいです。それでは今回はここまでになります。最後まで見てくれてありがとうございました。